も親方です。ブマスです。はい、ということで今日の動画は牛タンです。コストコでね、牛タン丸ごと買ってきました。結構なね、重さです。これで何グラムぐらいなの？これでね、760g で、お値段がですね、4165円、100g あたり548円です。ほんでね、見た通り牛1頭分のベロなんで、これね、いろいろとさばき方があったり掃除の仕方等々あるので、それをね、今日は説明しながら最後にね、美味しい食べ方、おすすめの食べ方をね、紹介したいと思います。こんだけでかかったら自分の好きなサイズで食べれるよね。まさにそれ。焼肉屋で出てくるタンはもう切られてますよね。今回は自分で好きな食べたいサイズでできるんで、これやからできる美味しい食べ方があるんですよ。ということで、さばいていく。ではまずね、真空パックから取り出していきます。で、見てもらったら分かると思うんですけども、結構ね、ドリップって言って血が出てます。なのでね、取り出す時に汚れたりするんで、こういうトレイがね、あれば使ってください。おお、でかい。で、このね、血を拭き取るのか洗い流すのかなんですけども、拭き取る場合はクッキングペーパーで、丁寧に拭き取る感じなんですけども、今回はね、水で洗い流してみます。はい、もうこれでいいです。水で洗い流した時の注意点なんですけども、絶対にしつこく洗わない。で、洗った後はすぐに拭く。洗った瞬間からその洗った水がね、この肉の中に染み込んでいくんですよね。なので肉の旨味が外に逃げてしまって水が中に入って、そして色が白くなります。なので洗った後はすぐに拭いてあげてください。はい、綺麗になりました。それじゃあね、タンの解体部分をね、説明していきます。この一番高いところがタン元です。で、この低くなってくるところがタン先です。そしてちょっとね、なんかこの境目が見えると思うんですけど、これがね、タン下とか下がりとかいう部分です。大きく分けるとこの3つです。ちょっと見てみましょう。はい、見てもらったら分かる通り白い部分があるんですけど、これがね、油です。油が乗ってて美味しい部分です。で、逆にタン先の部分になってくるとサシがね、入ってないでしょ。赤い部分ばっかりなんで若干ね、硬くなっています。そしてひっくり返して、このタン下の部分ですね、この辺は筋が入ってたり身が硬かったりするんで、おでんの筋のようにね、煮込んだりすると、美味しく食べれるのかなと思います。ではね、早速手早くさばいていきたいと思います。さばいていく。じゃあまずひっくり返して、このタン下の部分をね、剥がしていきます。これね、持ってる肉をね、引っ張りながらで、切った部分は避けときます。じゃあ次ね、反対側。よし、これがね、切り落とした部分です。はい、そしたらね、ちょっとわかるかな、ここにね、筋が出てくるんですよね。筋とか血管やな、これこれをね、綺麗に取り除く必要があります。これを取っとかないとね、生臭くなります。ちょっとめんどくさいんですけどね、これをやっとくと美味しく食べれますよっ。で、あとはね、ちょっと気になるこういう白い油とかを、ハサミで切ったり包丁で削いだり、鶏もも肉のね、処理とちょっと似てますね、この辺は。はい、じゃあ反対側もね、やります。よいしょ。はい、大方ね、取れました。きれくなりましたね。若干残ってるんですけどね、そんな神経質にね、やらんでいいかなと思います。これがね、余分な血管と油ですね。はい、で処理が終わったらね、クッキングペーパーで拭いておきます。一応ね、はい、こんな感じで血が残ってたりするんで、ドリップしたね、血とか水分を拭き取っておきます。はい、そしたらね、今から一番重要な作業をやっていきます。まずはラップを引く。よし、さっきのタンを乗せます。今ね、タン下を剥がしたんで平べったい状態になってます。これをね、ラップでくるんで丸くします。形をね、こうやって整えつつくるんと巻きます。はい、こんな感じ。ちょっと分かりにくいかなよっ。正面から見た時に綺麗な丸になるようにします。で、そうした方が切った時に綺麗な丸になるんで、今からこの状態で冷凍して固めます。
OK。はい、次はねこれです。これもねちょっと処理しておきましょう。いや、ハサミがねマジ優秀。このね白い部分をねハサミで取っていきます。そしたらこれもラップに並べていきます。で軽く折りたたんで、ぴったりでジップロック閉めていきます。で端っこちょっとだけ開けてから空気抜きます。で閉める。でこうするとね真空パックとまではいけへんけど限りなくね空気を抜けるんで食材のね劣化を防げます。で冷凍食。はい、冷凍完了です。冷凍する前のねぐにゃぐにゃの状態で切るとねうまくね切れないんですよね。なのでこんな感じで冷凍すると自分の食べやすい理想の形にカットすることができます。でここで一つ注意点なんですけど、カチカチに凍らしすぎると次ね包丁で切れなくなります。それじゃあ取り出します。そしたらタン先とタン元で切り分けよう。このね硬い筋の部分が見えてるんですけど、それが徐々に薄くなってきてる、この辺かな、この辺でねじゃあ一回切ってみましょう。はい、一発でね切れましたよね。こんな感じで冷凍するとスパッと切れます。それではねいよいよカットしてそして焼いて食べていくんですけど、今回はタン元一番美味しいところですね。これを調理します。なのでタン先はねまた次回の動画で使います。よし、切ったらねこれに乗せていきます。高級焼肉店とか行くとねお皿ってこういうねなんか石みたいなやつに、ね、こう乗ってるじゃないですか。やってみたかったんですよ。これねダイソーで売ってます。今回は厚切りタンのステーキみたいにしてね楽しみたいんで、贅沢に 1.5 センチぐらいでこのままやと間違いなく火通らないし、さすがにこんなに分厚いとね弾力が強すぎて多分食べた時にね硬く感じると思うんですよ。なので切り込みをね入れていきます。よし、一応裏もやっとくか。はい、いい感じでね切れました。見てください、この分厚さいいね。そして今回はねネギダレを使います。これネギダレって言うんですけど、このネギダレの作り方の動画をね概要欄に貼っておきます。めちゃくちゃ美味しいし万能なんでね、ぜひ興味ある方はね見てください。今回はねこのネギダレを使って美味しく食べていきます。でこっちはねこの塩コショウかけたり、ネギダレをぶっかけたりしつつ、食べます。こいつはねポケットみたいにね切り込みを入れてます。ここにねネギを詰め込んで、そうインスタとかで見たことあると思うんですけど、それをねやってみたいと思います。まずねこの親方特製のネギダレプラス青ネギをね混ぜます。これね普通のカットネギです。こいつを、適当に、このままでもよかったかな。ピーポーピーポー言うてますけど、でさらに混ぜる。ちなみにこのネギダレは白ネギ、白だし、ニンニク、ブラックペッパーとごま油でできてます。よし、このねポケットの切り方なんですけど、安全な切り方がなくて大怪我するような切り方やったんで動画には載せないでおきます。危ないんで。しゃあ盛り付けていきます。はい、ということで完成しましたよ。これ焼肉屋さんでしょ。これすごいね。なんのじゃあ焼いていきましょう。おい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 、やばいよね。ちょっとしたステーキですよ。匂いもすごいいいよね。火が思ったより通りにくかった。そうします。さあもういいでしょう。
よしよし、火を切って、おお、肉汁がすげえ。こいつを切ります。断面見てみましょうか。はい、おお、ネギだれをこれでもかと。でもう片方にはバターをのせましょう。そして醤油。うわ、もう絶対うまいやんこれ。で少しだけ岩塩。 OK、 いただきます。じゃあ俺から、はい、このネギだれの方いただきます。はい、いただきます。いや、丁寧に切り込みが入ってるから、はい、すっごい噛みやすいよ。以上じゃあいただきます。これはうまいわ。じゃあ次バター醤油いっちゃってください。ネギバター醤油や言うてんねんこのネギだれうまっ。これじゃあバター醤油いきます。合うかなバター。うん、合いますやんじゃあね、どんどん焼いていきます。これそのままいきたいよね。丸ごと食べましょう。いいえ。せっかくね分厚く切ってんのに、細くしたら意味ないよね。そよし、何でいく？う、ネギだれ。オッケー。俺はね塩コショウで食べます。おお、いいね。お前はネギだれね。おお、なんか豪華やろ。うわ、すげえ。じゃあそのままいきましょう。いただきます。もう一回いきますもう一回いきます。喋られへんな。ではいよいよこれなんて名前しようかなネギ包みネギ包み焼きます。よいしょ。よっよっ OK。 それではオープン。2個になってできて食べてエンディング行った後にカメラ見たら録画ボタン押し忘れてたということでもう一回いただきたいと思いますいただきます。いや、これさっきのってタンとネギだれが単体ずつで美味しかったんやけど、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょすごい出て、う。バイバイ。これが合わさってすごかったよね。これ包み焼き、包み込むように。そういえばなんか MISIA さんので包み込むようにっていう歌って俺めっちゃ好きやってんけど、あれめっちゃ名曲よね。